どうも花です。今日も詰まり修理やっていきます。まずはいつも通り通水確認からやっていきます。水をね流すとすぐ上がってきちゃう感じですね。でその後水止めてどのくらいで流れていくか見ていきます。結構ゆっくりめな流れ方ですね。これだと洗い物とかすごいストレス溜まっただろうなーっていうのが伺えますね。流れ切った後にコポコポ音が鳴るかどうか。鳴りましたね。次は念のためお椀を外した状態で水流していきます。これで水が上がってくるようだとダブルトラップの線は低くなるかなっていうところですね。結構すぐに水上がってきちゃいましたね。ってなると蛇腹ホースとか蛇腹ホース付近で詰まってるんじゃないかなっていうあらかたな予想ですね。台所下の様子を見ておきましょうか。これが台所下の状況で、ちょっと実感っぽいので下に伸びてから蛇腹ホースに変えて、蛇腹ホースと排水管のつなぎはこんな感じですね。ウエスでちょっと見づらいんですけども、まあ普通通りな感じでサンリーゴムと蛇腹ホースとビニテですね。このうねってるのが少し気になるところですね。少しというよりかだいぶ気になりますね。建物の外の排水マスも確認しておきます。いきなりちょっと排水マスの中からの状況なんですけど、台所はここに繋がってる感じじゃないんですよね。ただの曲がりの排水マスで、さっきのマスより上流に台所が繋がってそうなんですよね。これちょっとさくってみたけどないんですよね、マスが。なので外マス探しからスタートですね。このライン上にあるはずなんですよ。あるあるなんですけど、これが角のマスでちょっと倉庫下で動かせるような、倉庫って言っていいのかっていうぐらい大きなものなんですけど、動かせないところに蓋があって、その先の1メートルぐらい、1メートル迎えるなんてあった。これだ。見える？ここにね、ものすごい逆光になっちゃって申し訳ないんだけど、あ、見えた見えた。これがね、台所のマスだ。こりゃいじれんわ。中からですね。外から高圧洗浄はできなさそうなので、中から徹底的にきれいにしてあげます。とりあえず一部の赤いワイヤーからスタートしていきます。ワイヤー入れてウエスで押さえてあげて、バルブを開けてスタートです。蛇腹ホースがね、うねうねっとしてるので、蛇腹ホースはかなり汚れてるんじゃないかって予想してます。ワイヤーは初期位置から動かしてないんですけども、やっぱりかなり汚れてるような感じですね。もう最初から重点的に蛇腹ホースもきれいにしておきます。カメラが排水にね使っちゃいそうだったので避難させました。にしてもね、結構汚れてますね。このぐらいワイヤーから水を出してれば排水の色がもうちょっと薄まってても全然いいんですけども、まあまあ濃い色なので汚れてるなーっていう判断になりますね。相変わらずね、鼻的に言えば汚れてれば汚れてるほど結構興奮するんですよね。でその汚れがこうやって排水管に流れていく感じが、まあ一番興奮するところですこの時ね、蛇腹のうねうねから先になかなか入っていかないので、使いながらとかグリグリやりながら入れていく感じです。うねうねをクリアしてワイヤーが入っていくようになりましたね。ちょいちょい手が見切れてる時は蛇腹ホースと排水管の水漏れがないか確認しながらワイヤー入れてってる感じです。この仕事やってるとね、一番怖いのはそういったところからの漏水が怖いので、確認作業はめちゃめちゃやりながら作業します。蛇腹ホース越えた後は
特にこう問題がないぐらいの感じでスルスルワイヤー入っていきますね。排水管から聞こえる高圧洗浄の音も良さそうだったので、水ガンガン入れながらワイヤーを回収していきます。水を入れながら回収する理由は、ワイヤーの汚れを落としつつ管内に残っている汚れを外へ外へと押し流すような感じですね。この時まだ水を流している理由は、油の回収するポイントまで結構距離あるので、その分ちょっと余計に水流してますね。これでとりあえず外へ向かってみましょう。油の回収ボックスがどうなってるか確認していきましょうか。ちなみにこう素手を結構突っ込んではいるんですけど、腕自体が汚れることってまあ基本的にないです。筆入れる前にマウスの中は清掃してるのもありますし、管自体がかなり太いので袖さえまくっとけばって感じですね。でメインの汚れが結構いますね。固形の油も出てきましたね。回収した油は最後見せますので、先に缶の中をお客様と一緒に確認します。じゃあ入れてきますね。はい、でここが台所下の蛇腹ホースの状況で、はい、こうやって入れてって、でここが蛇腹ホースと塩ビ管に切り替わったところですね。はい、ここが蛇腹ホースで塩ビ管になって、でここを曲がって、でまた曲がって、でまっすぐ行って、でこういう白い跡があるんですけども、はい、これが油がいた跡かなっていうところではあるんですよね。はい、ただもうだいぶ薄くなってるので、このぐらいであれば大丈夫っていう感じですね。で最後はちょっと回収できた油もあるので、それもちょっと見ていただければとは思うんですけども、はい、とりあえず今缶の中に何もないっていうのを見ていただければと思うんですよね。高圧洗浄終わった後に水バンバン流したので、もしその排水管ってこうなだらかな坂道になってるんですけど、それが上り坂になってたりとかたわんでたりすると水が溜まってる形跡が見れるので、それもちょっと踏まえてみていただきたくて、今のところ特に問題ないですね。その勾配もでまた曲がって、でここもまた曲がって、でまっすぐにもまあちょっと汚れてたのかなっていうところではあるんですけども、ここも曲がって、でここが、外の排水の太い管に合流するところなんですよね。とりあえずここの、台所の、専用の配管は綺麗になっているのが分かっていれば、あとは外からも清掃できちゃうので、とりあえず大丈夫かなっていうところではあるんですけども、いかんせん走行下なので、ちょっとメンテナンスという意味合いではあまりよろしくないところではあるんですよね。ちなみに台所って詰まり始めたのっていつぐらいとか？覚えてないぐらい前。ぐらいからどんどんして、最近もうやだって。いわゆるそのだまし使ってて、でついに限界が来てみたいな感じですよね。そうですね。この勾配が特に問題ない状態でトラップの蓋外した状態でも流れ悪いってなると、よっぽどだったのかなっていう。で最初この蛇腹ホースも少したわんではいたんで、その蛇腹ホースだけの汚れかなと思ったんですけども、意外と回収していただいた油見ていただければ分かるんですけども、その白い固形の油とかも出てきたので、缶自体も結構汚れてたのかなっていうところではありますね。5年ぐらいは料理ほとんどしなかったんですけど、多分それでやり始めて、あんまり油とか拭いて流したりとかしなかったんで、もうそうですね。そういったのも、結構影響を受けちゃいますので、築年数で言ったら15、6年ですね。15、6年で、途中、その料理しない期間があったりとか、自体は問題はないので、
あとはその使い方ですね。油物をキッチンペーパーで拭き取るとか、あとはシンク自体に一度こう水を溜めて流すとか、お鍋1杯程度のお水、お湯の方がいいんですけど、お湯だと60度以下のお湯をバーッと流してあげたりすると全然持ちは良くなりますので、はい、そういったのもやっていただけるとはい、いいと思います。あと最後は水の流れ確認一緒にしていただければと思いますので、缶の中も問題ないのでお客様と一緒に通水確認をしていきます。ちょっと水流していきますね。はい、なんか減水の水に回した時が一番水量多いので、それで流していきますね。一番当初の流れに近いのかなというところです。缶の中もあれだけ綺麗になってるので、あともう混ざってくる様子とかね、これで大丈夫かなというところですね。あと一番最初止めた時にゴボゴボになったんですけども、さっき一瞬ゴボゴボっと言ったのはここの水量がかなりいいので、それで一瞬になってしまうんですけども、止めた後にゴボ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 とずっと続くような音ですと詰まり始めてるとか、そういった。長かったです。そうですよね。そうなってくると缶の中の汚れも勾配とかは見れたので、そうなってくるとここのご自宅で言えばゴボゴボ言い始めたら缶自体が汚れ始めてきてるっていうサインになってますね。じゃあ、台所これで全部終わりましたので、はい、お部屋打ち終わった後外回りやって、はい、またご報告いたします。はい、最後に取れた油の量を見てみましょう。結構取れましたよね。メインはやっぱりこうデロデロ系の詰まりだったのかなというところなんですけど、こんな感じで固形の油も出てきましたね。回収した油は簡単に潰れてくれるような油でしたね。全部の作業が終わってお客様に状況説明だけしておきます。台所の排水がここに来てるんですよね。ってなると、その台所とトイレの間にその洗面所、洗濯、お風呂の排水があるんですけども、それがどうもごめんなさい、ちょっとインターロッキングを外しちゃったんですけども、ここにあるっぽいんですよね。この下に埋まっているので、あちらのトイレみたいな感じで分かりやすくしといた方がいいかなっていう。つっついてもいいですか？いいです、いいです。つくとそっちから音が聞こえると思うんですよね。これが多分蓋がある音なんですよ。配管自体はこれなので、もっと深いかな。にしても、このラインでどっかにマスはあるとは思うんで、これが蓋だと思うんだよな。ここ一回動かしてあげて、シート切ってあげて出しとくか、最悪その目印をつけとくとかがいいかなと思いますね。場所は全体的に把握しておくのが今後のためにはなりますので、そういうことでお願いします。で、ここが角の曲がりのマスで、台所合流してこう来て、でここも曲がり角でこういって、でこれが浄化槽の最終の排水マスで、浄化槽があって、で川の手前に1個浄化槽の最後のマスがあって川に放流っていう感じです。そうですそうです。水とは書いてあるんですけども、浄化槽のそのこした水が多分いってるっていう感じですね。